ちは。私です。会場エミリーです。二人でひょこ。今日はこの間3カ国旅行行ったので、その時に実際に持って行ったトランクの中身を紹介していこうかなって思います。よろしくお願いします。うらちゃんと遊んでる。だいたい旅行行くときこの大きいの3つとか持ってくんですけど、今日はちょっと多いので実際持ってた2つを紹介しようかなと思います。機内の時はこのちっちゃいトートバッグみたいなバンバン入る感じのを必ず持ってこう肩にかけてます。こうやっていつもの空港セットですね。これを肩にかけてこれを持ってみたいな。でガラガラは持ってるけど預けるから、飛行機乗るときはこの2つみたいな感じです。でね、中はこの肩掛けはもうすごい便利なので、携帯とかパスポート大事に入れてます。それぐらいかな。このちっちゃいのは持ってて可愛いのだと空港とかでも写真撮っても可愛いし、でちっちゃめの可愛いバッグは必ず持ってて2つすごい飛行機乗る時間が長いといろいろ持ってないと不安になったりとかあるので、牛とあとじゃがりこは絶対飛行機の中でパクって食べれるようなお菓子と、バッグの中にも入れてるようなポーチと、これも前紹介したやつと同じをそのままパカって入れてます。今回はリゾートだったので日焼け止めも飲む日焼け止めです。あとちょっとメイクボックスとか鏡とか、これも絶対持ってる。最近空港降りた瞬間とかって結構日に焼けるのが気になるので、もうリゾートの帽子とかじゃなくてこうやって普通にこれサッズボンみたいな、これ結構くしゃくしゃって入るので中に入れて移動してます。超リアル。これいつもこれ感じです。トランクの中身を紹介していきたいと思います。これが結構リモアの大きめのサイズになりますね。結構トランクって似たようなのが多くって自分のがどれか分かんなくなったりとかあるじゃないですか。これはこれ液晶で自分の好きな文字が出るのでメディアビジって出してます。こっちも同じです。で今回行った国が国なのかな、行った場所がドバイとモルディブとシンガポールになります。一番はモルディブに行きたくて、モルディブって日本から直行の飛行機がなくって、一番最初ドバイ行ってでモルディブ行ってでまたシンガポール行ってっていう流れでしました。ドバイもシンガポールも好きなので、どうせ行くならちょっと旅行しつつモルディブ行きたいなっていう、そんな感じでこの3つになりました。今回はね、めっちゃリゾートな国が多かったので、お洋服はいつももっと多い時あるんですけど、お洋服っていうよりかは水着とかちょっとさらっと着れるワンピースだったりとか、そういうのが多めです。まず何から紹介していこう。水着は別で紹介します。あと必ず持っていくのが、コスメ、メイクポーチですね。これあと旅行に行くとこう写真もいっぱい撮りたいので、その時とかその雰囲気に合わせてやっぱリップを変えるのが一番雰囲気が変わると思うので、リップはいろんな色をいっぱい持ってきます。マックおすすめです。旅行の時は落ちないし発色いいので。でこっちが髪の毛系です。ヘアケア、これめっちゃおすすめで、海外行ったら結構お水とかが違うので髪の毛がね傷んだりするんですけど、これがあったらずっとサラサラです。超おすすめ。あとボディクリームとかホテルにあるのでそんな持っていかないですね。一応これ持ってったりとか。これは超大事です。モトメージュ、これがあったら1個あったらもう自分でヘアアレンジ超簡単にできます。だからこれスプレーなくてもこれとこれがあればエミリはもう自分でパパッとできちゃう。あとこれちっちゃいゴムとかあったら便利なので、これちっちゃいゴムとか持ってってます。また日焼け止めも入ってるけど、そういう感じです。あとこっちが日焼け止め、これも使った後なのであれなんですけど4つずつ持ってきました。これスプレータイプと塗るタイプで、そんなにこだわりはなくって薬局で普通に買いました。コンタクト目が悪いのでこれいつも使ってるやつプラスさっきのリップと同じで雰囲気を変えたい時用にこれをちょっとハーフ系になる感じの薄いコンタクトを持ってきます。あとはちょっと今もう使っちゃってて2枚しかないんですけど、パックを大量に持ってきます。
あとは、飲む日焼け止めとかビタミンの薬とかを持ってってます。あと普通のコンタクト、カラコンじゃないコンタクト。最近は美顔器にハマってるので、充電していったら2週間全然ずっと使えますけど、美顔器に使うこれ化粧水とかも一緒に入れてます。旅行の時ってやっぱお家にいるほどいろいろできないけど、こうやって持っていくと何日行ってても不安もないし、そこまであれない、いろいろコットン超大事でコットン持ってきます。めんどくさいからこのまま箱ごと持ってってます。化粧水はこういう絶対ビニールに入れた方がいいと思うんです。なんか何回も爆発して、これもね爆発してたんですけど中だったから全然大丈夫でした。 MT が好きなので MT のシリーズで持ってきました。とこの保湿のシリーズとこの間紹介したプラス、やっぱりリゾートで日差しが気になったのでこの美白のシリーズ、もうからほぼ1本使ってきたセラムとかね、こういうのもちょこっと持ってたりとかして安心ですね、あると。あとはプールとか行ったのでタオルっていうかちょっとこう肩にかける感じ。これ右折りかわいいですね。どうおじいちゃん見てくれる今回ねこれでもお洋服めちゃめちゃ少ない方で、いつもねなんかドレス1着持ってってて自分で簡単に着れるようなドレス。今回みたいなリゾートだと水着とかがメインとかになってくるので、ヨーロッパ行った時が一番多いかな。やっぱロングでこうやってねデザインがあるお洋服は旅行映えしますね。動いてもひらっとなるし、でも一番超便利だったのがこういうコンビネーションタイプのパンツ系で、ちょっと日差しが気になるなっていう時はこの上から羽織れるジレみたいなのがあったら超便利だと思う。ディナーとか行く時とかだったら寒くなったりとかする場合あるので2枚持ってたんですけど、今回このロングタイプの長いタイプとそこまで長くないけどさらっと羽織れて、あとはリゾートなんですけどディナーとか行く時はちょっときれいめのワンピースとかあった方がいいと思うので、これはもうディナー用とかご飯とかそういう時用に。あとはでもさっきと一緒かな、さっきの超便利って言ったコンビネゾンのベージュバージョン本当に便利でした。これね楽ちんだし髪型とか変えたらいろんな雰囲気になるし、あと一緒ですねワンピース。動きがあるお洋服かわいい。大体こういうの多いかな。あとショーパンを持ってきますね。便利だから水着の上から着たりとかショーパン必ず持ってきます。あとでも一緒かな、長いこれもこれの色違いです。これは袖があるので焼けないっていうので超良かったですね。ちょっとドレッシーなワンピースとかはこれはレストランに着てきました。最初モルディブの海とかで着ようと思ったんですけど、もう海では水着で本気で遊んでたんでちょっとディナー用になりました。これが超おすすめなんですけど、インスタとかで行く場所を検索してこういう感じなんだっていうのをあらかじめ見とくと、こういうお洋服持ってくるとか下調べ、インスタめっちゃいいと思います。いろんなね国の方が載せてるので、その時のリアルタイムの気候とかも分かるので、大体いつもインスタで見てます。これは定番みたいな感じですね、花のロングのマキシは。でね、お洋服入れる時にね、いつもね圧縮袋とか使う方いるのかな。あんまりくしゃくしゃになるのが嫌ですごいいっぱいあってもこうやって丸めると結構入るんですよ。これすごいおすすめね。であとシワにもならないし少ない方なんですけど、もっと倍ぐらいあっても全然入ります。とりあえずこうもうすっごい適当でいいですけどくる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 ってやって今日もうギュウギュウ入れていくっていう、そんな感じです。1個目のトランクは1回ねトランクなくなったことあるんですよ何があるかわからないのも旅行だなみたいなでもそこから本当に超気に入ってるものとか超大事なものとかは持ってかないのが一番だと思いますね。なんか旅行って結構すごい気に入ってるものとか持ってきたいなとか思う時あるんですけど、なくなるかもしれないっていう前提にしてます。はい、次に2つ目のトランクを紹介していきたいと思います。でリゾートだったのでもうウェッジ祭りです。歩きやすいっていうこのウェッジソールがやっぱりめちゃめちゃ便利で、今回はウェッジをネイビー、ホワイト、あともう一色黒がありますね。これねウェッジですね。パンプスは1つだけ持ってきました。毎回これ持っててます。バレンチノのパンプスはこれ結構ね形綺麗なんですけど歩きやすくってベージュでどんなお洋服にも合いやすいっていうので、
これいつも必ず旅行の時持ってってます。夜とかディナーとか行く時とかにこれが1個あれば、ちょっとベッチだとカジュアルすぎるなっていう時に。あと今回初めてスニーカー持ってったんです。いつもなんで旅行の時持ってかないんだろうって後悔して、今回は持ってったんです。砂漠とかでこれ履いてました。あとね、サンダル持ってったわ。自家製サンダルぺちゃんこになっちゃって嫌で、帰ってすぐにいろいろ突っ込んで復活させ中ですと、あとはね、髪の毛につけるリボン大量に。これはもともと髪の毛のヘアセットがあんまり苦手なので、リボンをつけてごまかすっていう作戦。リボンいっぱい持ってるんですけど、リボン超すごくないですか。こんだけいっぱい持ってって、どれをどう合わそうとか考えるのもめんどくさいので、そのまま持ってってパッてつけると雰囲気がだいぶ変わるので、これだけでも旅行の時はね。あとバッグね、今回はこれにしました。モルディブに持ってこうと思って買ってて持ってったんですけど、モルディブってあんなにすごい今までの旅行と違う感じ、超楽しむみたいな感じだったんで、こんな持って移動するみたいな感じじゃなくて、ほぼ使わなかったです。でこの中にも最近バンダナヘアアレンジ自分でできるようになって撮ってきたんです。動画簡単にできる方法、またちょっと公開しますね。簡単でした、これがあると。だからすごい便利だなと思います。持ってってよかったです、これめちゃめちゃ。あとこの中に入れてるのがアクセサリーですね。最近ディオールが好きなので、ディオールのこれチョーカーだったりとかピアス、ディオールで揃えて持ってきました。これね、かわいい。ちょっと旅行の時は雰囲気を変えて持ってったりしてます。あとバッグね、そんな持ってかなくて、このシャネルでしょ。もう一個やっぱシャネルがね便利で、楽ちんで持てお肩にかけれる。あとこっちの黒いシャネル、あとこれも4個だ。これは海とかプールとかそういう時にガバッと便利なやつですね。これはサングラス入れてます。4個持ってきました。珍しくいつもサングラスは持ってかないんですけど、ヘアアレンジを今回自分でちゃんとやろうと思って練習したんです、行く前に教えてもらって。なのでそれに合うようにサングラスもいろんなタイプを持ってきました。これあんまりかけなかったな、黒の虫みたいと、これが一番使ったかも。フェンディのこれ、普段派手だなって思う方が書いてあると可愛いですね。とあとカチューシャもいっぱい持ってたんですけど、ヘアなんだっけあれ、スカーフの方がちょっと最近ハマってるので使わなかったです。いつもはだいたいこっちです。あとはピアスじゃない、シャネルのジャラジャラ、これもシャネルのやつです。アクセはそんな感じかな。あとこれが超便利。これね、エミリア・ウィズの昔のノベルティなんですけど、旅行の時って自分がつけてたものをどっかに置いてなくなるみたいなパターンが超あって、今回このアクセサリーつけていったんですけど、ハリー・ウィンストンお休みこれねつけていったんですけど、やっぱりなんかお風呂入る時とかつけてられなくて取るんですけど、どこに置いたか忘れるっていう、それが絶対にこの中に入れて寝るっていう、なくならなかったです。これやってたら。でこのバッグはもうこれもあると便利です。ずっと昔から旅行に持ってって、このまま海とか行こうってなった時とか、こうやってサングラスとか日焼け止めとかタオルとかサンダル入れたりとか、そうやって行けるので便利なバッグです。ミラータオル超大事。エミリーの今回の旅行の時に巻いてある髪も全部これです。あとストレートアイロン、これも大事。この変圧器はこれね、海外なので電圧とかが違うのでこれ挿して、プラスコンセントも違うじゃないですか、挿すところが。なのでこれね、ハワイのデューティーフリーでもらっていろんなコンセントに合わせて使えるんですけど、こうやってコンセントがいろいろと出てくる。あとこの延長コードもあるといっぱい携帯とか充電するときとか、可愛くないけど便利ですあとね、よく質問もらうのがカメラね、持っていくときにね、多分注意しなきゃいけないのが、バッテリーをこの中に持っていけないから、自分で持っていかなきゃいけない。このカメラ使って大きい一眼レフです。やっぱ綺麗、すごい。どうせ海外ちょっとで今撮れなかった。
いと思う。あ、映ったTちゃん。撮れないよ。あんまり使い方詳しくないね実はできないでもとりあえず映りはめっちゃ綺麗です。この一眼レフ、iPhone でも綺麗だけど一眼レフの方が奥行きが出て、なんか伝わりますね、海外の広い綺麗な感じが。あと今回すごい役に立ったのがこれ、めちゃめちゃこれすごくって、モルディブの時のボートでホテルまで移動する時に感動的な動画が撮れたんです。これオズモちゃんって呼びました。オズモちゃん大事。これからも旅行に絶対持ってきます。あと GoPro ですね。 GoPro は防水なのでスライダー滑る時とか自分で撮ってました。めっちゃ間抜けな動画が撮れて載せてないんですけど、ドバイで気づいたんですけど、そういえばモルディブってドローン使えると思って急遽ドバイで買ったんです。これドローンちょっと意味は機械音痴なので使えないんですけど、こういう箱に入っててドローンマービックプロ、このドローンちゃんがモルディブではすごい活躍してくれて、広い海をきれいに撮ってくれました。モルディブ行く方は持ってった方がすごいモデルになると思います。今回は私が実際に持っていったトランクの中身を紹介しました。旅行での動画もちょこっと撮ってるので、またそれも載せたいと思います。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。